ハンガリーに着きました。合流しました。マウガはベスト地区です。楽しい？ Cheers！ これで確かに良い。さあ、ちょっとじんわり汗をかいてしまった。早速3泊してもらったホストのお家を出ました。そして俺らと入れ替わりでまたフランス人カップルに会ったね、彼らもまたヒッチハイキングをしているというフランスの人はフランスの人はもうヒッチハイクがねすごい当たり前の手段なんだろうね。確かに。今日もこちらのフリックスバスですね、39ユーロ。電車っていう選択肢もあったよね。でもやめたよね。寝台車は高いし、もう2等車はあるんだけど、2等車は直角だからちょっとワンチャンバスよりも過酷になる説があると思ってこっちにしました。長い旅が始まりました。はい、ブラショフに来ました。イエーイ。じゃあ40分の時間があるのでブラショフ観光していこうと思います。無理です。もう残り多分15分ぐらい。ブラショフはブランジョというドラキュラの元になった伯爵が住んでたお家がある。ルーマニアといえばドラキュラ、ドラキュラといえばブランジョ。こちらは自然が豊かな街となっております。いいね。うん、すごい涼しいよね。涼しいね。ここまで5時間ぐらい。5時間。まあでも運転手さんも2人いるし、ちゃんと運転手さん寝てるし、なんか寝てるめっちゃくつろいでる。シート前の 4つ分使って自前のクッションも持って。以上ブラショフからお届けしました。こういうのも行った都市1カウントに数えていいのかな。ダメでしょ。でも何を言ったっていうか分かんない。楽しまないとね、その年を。そうね。そう、楽しんできていい？いいよ。変人すぎる。ここにいる人の中で一番変人だよ。完了しました。ハンガリー入ったんじゃない？到着しました。1時間の遅延だから18時間乗ってたということですね。ハンガリーは買わなきゃいけないのか、チケットを。ルーマニアに比べて安心感があるね。ハンガリー帝国としてさ、栄えてたからさ、強い側なんだろうね。独自の歴史が古いんじゃない？確かに。ハンガリーに着きました。ブダペストです。綺麗じゃない街？めっちゃ綺麗。もうここは東欧じゃなくて中央もしくは西寄りという国ですから、見てくださいこの西欧の街並みを。静かだね。うん。ブダペストは結構ね、本当旅人からも評価高いよね。そういう高級ブランド店が並んでる。ここマジあれみたいじゃない？表参道。この通り。で今日は同じく西回りで、俺らよりもちょっと早く世界一周を始めてるリカコさんとサキさんっていう人たちに行ってきます。なんかトルコとかでも被ってたんだけど会えなくて、ブダペストでまた被ったら会いに行きます。世界一周同じ時期にしてる人とは2回会ったけど、そうね、トルコでこんながっつりゆっくり話せるのは初めてだから、ね、楽しみ。だね。私らも DJI 買ってて、あ、本当ですか？持ってるのに、これ？いや、3ですね。あ、3。アクション3。Thank you。あ、美味しそう。すごい。スープも結構たくさん入ってる。合流しました。そう、YouTube だから横で大丈夫ですか YouTube？ お別れしましたね。お別れしましたね。何を持ってるんですか？花束をもらいましたでも怪しい花束ではありません。決して子供を連れた家族に夫と連絡を取りたいんだけど充電がないからって言われて、充電器を貸してあげたらありがとうってお花をくれた。あ、ここで買ったんだ。そうだ。いただきました。この番号をもとに何グラムなのかをここで自分で番号を選んで貼り付けると、袋の分はちゃんとマイナスしてくれるという画期的システムです。トマト4つ4つ入ってる。紫玉ねぎ1個と1個とツナ缶大きいの1個とツナ缶が200円ぐらいするから、そうね。でマスカットが1房、で500円。安い
安いな。いやー、今回のホストの方めっちゃいい人だね。本当にすごいなって思って、ホスピタリティというか気遣いが本当にすごい学ばせてもらうことばっかり。ただちょっと家が綺麗すぎてIKEA のなんかルーム、あ、そうだね、モデルルームみたいだね。あんな可愛いお家に住みたいと思う。人を受け入れる理由としては自分がやっぱりお世話になったからっていう、本当にすごいよね。すごいみんなやっぱそういう思いでやってるんだろうなってそうね思うし、だからもちろんその泊めてくれたホストの方に、ね、感謝するのはそうだけど、やっぱそれを日本に旅行しに来た人とかいたら、自分もすごいホストをしたいなって思うね。本当に思う。ブダペストの街はまだ全然見れてないけど、感触はアジア人が多い。アジア系の観光客の人がめっちゃいるね。全然違うよね、ルーマニアとブルガリアとは。あ、涼しい。やっぱブダペスト涼しいな。ブダペスト観光初日です。本当になんかもうすべてが可愛い。ダさんは私の憧れ。憧れって感じ。本当にフィールフリーとか、そのフィールプレッシャーとか、そういう風に言ってくれるところも含めて全てが完璧すぎる。ちょっとでも逆に緊張しちゃうわ。緊張しちゃう。めっちゃ緊張する。ストローさえもガラス製のストローだから。バリデートします。30分券。これがドナウ川だね。ドナウ川。ブダペストは東欧のパリって言われてたり、ドナウの真珠って言われてるぐらいめちゃくちゃ綺麗な歴史残る街らしいよ。このドナウ川を挟んでブダ地区とこっち側がペスト地区っていうので、俺らはペスト地区に泊まってるんだけど、それで終わってブダペストっていう首都になってる。でこのブダ川のいろんな建物が世界遺産になってるって感じらしい。これは綺麗だね。そりゃ観光客も多いわけですわ。わあ、ブダペスト楽しい。今日はブダ地区側を観光しております。こちらのブダ地区は丸ごと世界遺産です。ハンガリーはこちらはカトリックが主な宗教です。宗教が変わるからガラッと教会の雰囲気。そうそうそう、カトリックだってメイン。ほら街がねえ綺麗だね。大きな教会が見えてまいりました。これがやっぱ綺麗。前回どこで送った？ドバイか。全然それでもいい。それにしましょう。お金を持ってなさすぎてキャッシュを1200を1050で買わせてもらいました。1枚分ただってことじゃない？確かに。ありがてえ。キャッシュもうちょっと持ってた方がいいのかな。やってまいりました。こちらが世界遺産のマーチャーシュ教会。これはゴシック建築っていう尖った塔とか、あとすごい長い大きな窓とか、そういうのが特徴らしい。14世紀ぐらいにマーチャーシュ王っていう人によって建てられた教会なんだけど、王様の戴冠式とかがここで行われたりしてて、で一回そのオスマン帝国による支配をハンガリーも経験してて、その時に一瞬モスクに改装されたりしたらしいんだけど、その後にまたカトリック式の教会に戻したりとか、その後もなんか戦争で破壊されちゃったりして、何回かこう建築が出たりしてて、最終的には19世紀ぐらいに多分再建されて今の形になってるらしい。だからネオゴシック様式って言われるらしいよ。でそっちに見えるのが、ここが三位一体広場っていう広場らしくて、あの塔っていうのがヨーロッパを襲ってるそのペストっていう病気からの解放っていうのを記念して建てられた塔らしい。ブダペストのペストとは全然関係はないらしいんだけど、そんだけかなりの人が死んでる病気だろうから、いろんなところで見つけられるらしいけどね。歴史にも結構大きく出てくるもんね。そうね、ペストは。そしてこちらの聖堂の隣にあるのがフィッシャーマンの砦って言われてるところで、世界一美しい砦としてこちらも世界遺産に登録されております。砦ではあるけど防衛機能はそんなにないらしい。デザイン優先。中に入るのにチケットが必要。そうね、このマーチャーシュもこっちも多分上に登るのはチケットが必要そうですね。すごい観光客がたくさんいます。12時の鐘だ。
綺麗です。ここから降りれるんだね。うん。すごい綺麗だな。私は今日カフェラテとうん。お菓子を持ってきて、持ってきた？リンゴも持ってきて、やるお子さんにもらって。あ、そうね。リンゴいただいたね。あ、これも有名。セーチェーニ鎖橋。こちらもペスト地区とブダ地区を結ぶ鉄橋です。このセーチェーニ鎖橋はブダペストにある最古の鎖橋らしいです。この下のない第4像が結構特徴らしい。だけど世界大戦の時に壊されちゃって復元されたらしい。セーチェーニっていうのは人の名前で、ハンガリーの一番の愛国者のセーチェーニ伯爵っていう人から取られた橋の名前らしいです。あれブダ城なの？そう。あちらがブダ城。これはじゃあここから見るのが一番。そうかもね。このブダ城も13世紀ぐらいに建てられたお城で、マーチャーシュ聖堂を建てたマーチャーシュ一世っていう人がイタリアから彫刻家を呼んでルネサンス様式に変えるも、それはオスマン帝国の征服によって火薬庫に使われちゃって、しかもそれが爆発しちゃってほぼ廃墟になっちゃったんだって言った。今はまた十何世紀かに再建されたものが残ってます。気持ちいいです。今日は行きたかったトルコ式風呂が男専用の日だったね。だから明日リベンジします。意外とでもなんだかんだ、なんだろう、これまでのブルガリアとルーマニアの感じの観光巡りかなと思ったら、思ったよりすごい建物がいい、その建物が立派だったから時間をかけて滞在してたからちょうどよかったね。ということで、ここもね世界遺産のヒルなんだよね。ブダ地区にある眺めのいい丘にを登ってます。もうすでに眺めがいいです。そこの上でリンゴを食べるか。すごい結構上がってく。水飲んでてそうね。意外と先が長い。想像の倍以上。うん。こっち行く？そうね。You are here。あ、こっちっぽくない？うわ。あ、ここでいいか。すごっ。こちら側がブダ地区でドナウ川があって、右側がペスト地区です。ペスト地区はあそこにある国会議事堂とかオールドシティニューシティ的な感じらしいよ。ギタッチからもらったリンゴ、アメリカンスタイル。超綺麗じゃん。こっちの方が開けてる。開けてるね。アンズボン行く？この後。いや、私はうわ、怖くないこれ。うわっ、うわっ出てっちゃう。カー君めっちゃさ、落ちそうになって。すごい。やってみて。楽しい？酔いそう。うわ、すごい。超デカ流木。風強いね。ブダペスト中央市場です。市場がこんな歴史的な建物になってるのすごいね。うわ、広っ。安いトマト1キロ作りました。肉じゃがとだし巻き。どう？おいしい。おいしい？頑張ったね、だし巻きは。頑張った。1時間ぐらい格闘してたね。うん。ギタさんに夕日を見えるいい公園あるよって教えてもらったから、そこに向かってます。さあ、ペスト地区を予想外に今日観光できることになりましたが、こちらが見どころなんじゃないでしょうか。英雄広場。ここバスの中はから見てるの。あ、見たね。この広場はハンガリーの建国1000年っていうのを記念して作られた広場で、ハンガリー建国の祖の人と、それを囲む7人の英雄っていう騎馬像とかがあるらしいです。1800年ぐらいに建てられてるから
建国とされてるのが800年代ぐらいにあるんだろうね。キャッスルが見えます。涼しいね。寒いくらいちょっと。確かにちょっと肌寒い。夕焼けが綺麗ですね。ただいまの時間20時でございます。これがバイダフニャディ城です。こちらのバイダフニャディ城も英雄広場と同じに建てられたお城らしい。今はもう博物っ館。てことはそう中に誰かが住んでたってこなんかどちらかというと記念の建物っぽいね。最初は木造だったらしくて、そこから多分綺麗なものにしようみたいな感じで改築されたらしくて、そういういろんな時代の建築要素が取り入れられている建物らしいです。ナイスキャッスルじゃない？非対称だね。こちら中に入れそうなので入ってみましょう。これ本当に降りるのかな、この峠。と？降りないんじゃない？降りるの？降りなさそう。飾りか。お城がライトアップされてまいりました。すごいみんなのんびりしてる。めっちゃおしゃれなバーです。Do you drink alcohol or no? We are not so strong, but maybe one. Like, do you like beer? I want to try the beer. But you don't have to. Like, if you Oh want yeah, to but I want to try the beer, but I drink no alcohol. no alcohol. Yeah, no alcohol. yeah. But I think they have English menu. Like, yeah. Okay. Okay, cheers. Cheers. Yes. You like beer in Yeah. general? In general, in Japan, I don't prefer it, but Now you are in Europe. You have yeah. Especially if you go to Czech Republic, believe me, that's the country of beer. Of course, it's cheaper than the water, right? The building is beautiful. Yes, yes, like a palace. Sechiri bath. We saw the Sechiri bleach, and Sechiri is the Yeah, person Sechiri name. is a person. Yeah. He She's developed a lot of things. Like Mhm. also he was building the bridge. I'm not sure about this building, but I think yeah, he also did something with this building. So he was a very very popular one. He Uh-huh. was a rich person. Who had a rank. Like, Yeah. and if you go here downstairs, it's also a metro station. It's a very old metro, and it's also part of the oh my god, World Wonders? How do you say it in English? Like they're part of the World Heritage. UNESCO? Yeah. Ah. This Metro 1, this line is part of it. How to say sit in? Ül. Ül. If you show it, like he sits. Feksik. Okay. And? Feksik. You know, he understands it from the sign. Yeah, it's sit Uh-huh. and it's lay down. Ül. おじさんの声出てる。マーケット Is this market? Yeah. It's the same like you did yesterday. That is for tourists. You build the apricot. It's like Is this apricot? yeah, this is one side, this is the other side. Apricot? You can see it's all apricot. This apricot? Yeah. Like I will peach. buy Do you know peach? peach. It's the same. A peach, apricot same? Yeah. You say it in German language also, apricot. We can find that kinds of apricot in Japan. We call it peach, but we cannot find this type of apricot. So we think this is truly apricot and that is peach. You know all type? No, Have you seen I it? have No? never seen it like this. Yeah, this thin, yeah. I will buy and you can try later. Wow, thank you. Post office. 無事送れました。 Who do you send it to? My friend and My sister and our parents. Each parents. 水筒を買いに来ました。ダイソーみたいだね。I hope there is water bottle. Yeah. ビッグしてある。座って。今日はルダジュ温泉リベンジですね。昨日トルコ風呂に入れなかったから今日は入れることを祈ってます。ルダージュ温泉です。ここは水泳プールですね。本当だ。そうこの奥にパノラマプールエリアがある
らしいです。ああ、なんか温泉っぽい。普通にパノラマプールはどこですか？はい、42度。うわ、熱っ。最高。うわ、温泉だ。そうさ、香りが温泉じゃない？最高じゃない？ 42度。めっちゃ。そして続いてはパノラマプールです。すごい崖ですね。昨日登りましたね、ここ。うわ、これもこれで確かに良い。あ、ここもいいね。この景色、ブダペストの街が一望できるこういうパノラマ。これでも雨降ってたら嫌だね。今日ちょっとさ、肌寒いからさ、すごいちょうどいいんじゃない？あ、間違えて動画になっちゃった。こちらがトルコ風呂です。気持ちよかった。ぬるま湯で。空気がさ、曇ってるからね、サウナみたいな。サウナみたいです。足やけどね。ここちょうどいいじゃん。めっちゃ日本のサウナです。この木の匂いとかさ、めっちゃ日本。サウナに行きました。72度。だけど温泉入った後で体がほてってるから。そうね。3部屋ぐらいあって徐々に暑くなっていくって感じなんだけど、最後の部屋は割と日本でもこのぐらいのサウナがあるかなぐらい結構温まってる。ね。何よりも足元が熱い。足が熱い。日本人はさ、毎日お風呂に入るじゃん。外国人はあんま熱いお湯の中にとどまるってしないじゃん。そうね。みんな暑がってるよね。みんな暑がってたね。はい。今の外国人も。無理無理無理。続いて最後のお部屋ですかね。サウナルーム。サウナワールド。結構いっぱいあるね。サウナワールドです。めっちゃいろんな種類のサウナがある。40から45度。お米になった気分がします。下もあったよ。ここはアロマサウナ40度。これは何だろう。シャワールーム。あ、シャワールーム。どういうシャワールーム？まだ来てないか。まだ来てない。整い部屋だ。あっちにもさ、ほら、サンデッキとレスティングルームがあるから、整いスペースが充実しているの。なんか奥の方にさっきそういえば座ってる人がいたから、こっちもあるよ。なんかそういうこと？そういうこと？めっちゃついてるじゃん。メインについてるじゃん。ドルジェっていうちょっとマイナーなところだから誰もいないんだよ。これだ。ルートが見えた。もうルートが確認されました。整いルートが確認されました。ではサウナに行きましょう。整い行ってきます。15分ぐらい入ります。シャワー左シャワー。シャワー左とか。そして温かいシャワーで汗も流します。こ
OK ではここからが勝負です。ここからがタイムアタックです。いかに早く外気に触れるか。これ飲み水です。遠いです。ちょっと遠くないですか。でもここに倒れ込むだけです。整えました？はい、サウナの温度がめっちゃ暑いし、十分整える暑さにはしてくれてる。整えるスペースも最高な景色で、いろんな種類のサウナがありますが、俺らはフィンランド式一択だね。こういうのもレンタルできる。更衣室もロッカールームも充実してます。完璧。清潔だったし。あ、そういうこと？吸い込まれていったの。ちょっと4時間いた。ね、ちょっと休憩する。ちょっと最高すぎちゃったね。ちょっと入りすぎちゃった。日本でもこんな長く入ったことない。でも楽しめた。本当日本だった。日本に一瞬帰ってこれたみたいな。ちょっとさ、気持ち的にも楽になって、楽になった。お風呂に入れてすごいすっきりしたし、心もすっきり。そう。旅に出てからはお湯が出てくれて、シャワーがあるだけで本当にっていうマインドだったから思い出した。日本のこの良さを。ここのルダジ温泉はマジで温泉としての質が高い感じ、ね、すっごい硫黄の匂いもしたし、42度があるのが何より結構やっぱ42度の温泉ってあるところってそんなにどうなんだろう。基本は温水プールみたいなね。あんだけたくさんあったけど1箇所しかなかったもんね。42度のところは、電車が来るときにさ、何のアナウンスもなんか忽然と現れるよね。そしてこっちの毛がないのがネクタリン、そしてこれなんていうんだろうね、薄い桃、これは毛がある、でアプリコット、全部そのままいけるの。お食べください。Sweet? Very good. This one. Very sweet. Yeah, this one? Yeah. Okay. So sweet. And I surprised we can eat the skin. Yeah. With skin. This nectarine more bitter sour. Is it sour? Really? Yeah, this one. More sour than this. But sweet? Yes, Yes, very that's sweet. sweet. Nice. I jealous about many times. Because in Japan we can get like this. It's very sweet, but it's expensive. Yeah. So not so much we can get. 作り方わかった？キューカンバーサラダ。This is the No kadli. No kadli. No kadli. This is the name of it. Like Spätzle in Austria, but it's no kadli. Thank you for just dinner. Yeah, welcome. あ、sorry. ギタさんが誕生日ということで、来週の日曜日、誕生日カードを買いました。あとはお花とかですかね。今日はこのコンタクト購入がメインの目的ですが、初日に英雄広場とか見れたけど、またね、ペスト側で観光しきれていない場所があったので、おすすめしてもらった、それを見に行ってます。まずは国会議事堂に行きます。遠くからみたいな。ブダ城よりブダ城してたやつね。こちら正面に見えますのがハンガリーの国会議事堂でございます。ちょっとハンガリーの政治のことを言うとあんまり良くなさそうでしたね。ずっと14年間って言ってたかな、同じ人が首相をやっていて、その人のいいように司法とかそういうところの制度を改正したりしちゃって、結構独裁っぽい匂いになってるらしいです。で、またウクライナとロシアの戦争についても聞いてみたけど、その14年間握ってる政権っていうのがロシア寄りの政権らしくて、かなりメディアコントロールとかもされてるっていう風に言ってて、テレビしか見ない人はもうロシア側だけど、いろんなメディアを 見てる若い世代は真実を知ってるみたいな言い方をしていました。興味深いです。わ、すごいじゃん。ドナウ川沿いに立っている国会議事堂です。
綺麗な街並みですね。今日は土曜日だから人も多いんじゃない？ハンガリーの言語は周辺諸国の言語と全然文法から違うらしいね。お隣のスラブ系の言語を学べば他の国行っても喋れはしないけど相手の言ってることはわかるみたいな。文法も似てる単語もあるからそういう感じらしいけど、ハンガリーの言語はヨーロッパ圏なのに全然違うっていう。面白かったのがハンガリーではうん伊田さんぐらいの世代までは、大学で卒業するのに英語の試験があってそれの高得点をちゃんと取らないと卒業できないらしくて、でそれにはちゃんとスピーキングとかも入ってて、うんそれがあるから英語が喋れる人が多い。でさらにその修士を取るってなったら、もう一言語別のねそう別の試験があってリタさんはドイツ語を選択してそのドイツ語もその試験で高得点出さないと卒業できないって、なんかでも最近はそれも改正されそうって言ってたよね。だからこれからどんどん英語が喋れる人が少なくなっちゃうかもみたいな。それもさ、政府の思惑みたいなことを言ってた気がする。その外部からの情報っていうのを英語が読めないと分かんないじゃん。でハンガリーの内側だけで生かせるようにする。ブルガリアでも問題になってたよね。外に流出しちゃうっていう。そうだね。EU はね。そう EU は行くのが自由だから、ね、そうだけどやっぱ言語の壁はかなり高いから分かんないけどね。それはもう俺の解釈が間違ってる可能性があるけど、あと言ってたのはブルガリアとかルーマニアの方が最近は調子いいみたいなことを言ってた。ハンガリーはしばらく伸びてないって言ってたね。これ絶対フリーツアーだね。こちらはソビエト英雄記念碑っていう記念碑らしくて、ソビエト政権によるその影響を強く受けた共産主義時代があったらしい。だけどこれはソビエト兵士を称えるもの。第二次世界大戦でハンガリーはナチスドイツ側で参戦してたらしいんだけど、もうなんかほぼ支配下みたいなナチスの感じだったところからソビエトによって解放してもらえたっていうので建てられた記念碑なんだって。だけどその後冷戦が終わった後に共産主義体制も崩壊して民主主義に移行した後はまたこの評価はちょっと変わってるらしいけど、今もまだこうやって残されてる記念碑らしいです。おしゃれです。たくさんフリーツアーがやられとります。これさ、あれじゃん。がです。さんが言ってた。そう。この通りか。こちらがバシリカです。ハンガリーの教会の中で一番権威のある場所で、バシリカっていうのはいろんなところで聞くなと思って調べたんだけど、そのいくつか重要だとみなされる教会に関してはバシリカっていう称号みたいなのが与えられるらしくて、だからバシリカって言われてる建物は一般的にはこういうすごい大きな立派な教会であることが多いらしいです。この教会とさっき見た国会議事堂、それの高さが同じ90何メートルかっていう風に言っていて、その高さっていうのが一応その権威の高さを表してるみたいで、つまり宗教と政治っていうものの権力っていうのがイコールだっていう象徴をするために同じ高さで作られてるっていう話も聞きました。面白い。観覧車がめちゃ速い高速回転しています。だってほらなんかちょっとゆらゆらしてるもん。でも結構ああいうのあるよね、あれぐらいの速さ。でもどうやって乗るの？あの下一周1分ぐらいで終わりそう。今からおすすめしてもらったお菓子、ハンガリーのみたいなを食べに行きます。こちらのバシリカの後ろらへん。生味がいる。わ、美味しそう。そうだね。黒と塩買いに行きました。はい、伝統的なお菓子ですね。これが普通のスタンダードだけど、観光客向けに最近はここにアイスとかを上に乗ったやつが国内では売ってるらしくて、それに怒ってた。あれはトラディショナルじゃないって。イエーイ。おいしい？シナモン大好き。カラードシュガーは売り切れだったのでチョコにしました。美味しい。食べやすい。ほら。あ、そうやって食べるの？食べやすくない？確かに。このクオリティで300円ぐらい？400円ぐらい？ハンガリーは。安いとこ教えてくれたって言ってたもんね。あ、本当。こちらハンガリーの
国立歌劇場だそうです。観光客がいっぱいいる。やっぱ全部の建物綺麗だけどより綺麗だよね、より立派。こちらギタさんにプレゼントするお花を選びに来ました。お花を選んでます。いい感じ。霞みそうには感謝の意味を込められるらしいです。 Is this a free? Yes, you can take one to the Okay. bouquet. Thank you. わ Wow, nice. ー、スーパーナイス。 Thank you. 買いました。ガーデンローズ、ブダペストにあるお花ね。めっちゃいい。ほらメッセージカードとチョコレートはい、コンタクトレンズを購入できました。ありがたい。ありがたい、本当に。ありがたなんか一応さ、1年分は持ってきたつもりだったけど、すごい足りなくなっちゃって、 1月ぐらいかな、までしか持たなかったから3ヶ月分ぐらい足りなかったんだよね。で、どっかで手に入るだろうって思ってたけど、意外とすごい難しくて、そこはギタさんすごい調べてくれて、最終的にね、この中のお店の店員さんにいろいろ話つけてくれて、スーパーイージーに買いました。ね、ギタさんのおかげでギタさんがいろいろもう手回し根回しをしてくれてたから、本当に感謝すぎますね。ありがとうございました、ね、本当にありがとうすぎる。これでちょっと一つの大きな不安が解消したね。ね、なんだからハンガリーに後で戻ってきます。ピックをしに。コンタクトが尽きたら帰ろうかとか、一時帰国しようかとかってさ、やっぱ考えてたから。結局往復徒歩30分ずつ歩いてます。食料品を調達しました。アンヌちゃんがいっぱい紛れてスパイスを買っています。紛れてね、ちゃんと許可取ってるけど、スパイスは日本で買うと高いから。ハンガリーは今9時ぐらい、8時半ぐらいだけど、公園にいっぱい子供がいますね。涼しい日からし、明るいし。キーエンスを発見よく見つけた。本当だ、キーエンスハンガリーをすごすごいね。光に反射して確かにキーエンスのカラーだなって思いながら見て歩いてたら、今日はギタさんがこれから帰ってくるからバースデーパーティーをやろうと思います。フォアグラです。ギタさんがくれました。 This one is Yeah, better. yeah. Is it more soft? Soft and not so much the fat. Yes, it's not fat. Haven't- So I present for you because your birthday. Yeah, happy birthday. I have to do it. Here's a consider for you. You're really kind. Thank you. Yeah. I like you too. Yeah. Too much hugs for you, I know. 飾ってくれました。かわいい。